パイジャパニーズカフェへようこそ、レコです。モニカニです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしく。あれ？今日はなんだか神妙な顔してるね。それがですね、聞いてくださいよ。先週、熱を出して初めて病院に行ったんです。おや、大丈夫だった？熱はもう下がりました。でも、受付で、保険証はお持ちですかって聞かれて、頭が真っ白になっちゃったんです。なるほどね。しかも今月、年金って書かれた封筒まで届いてるんです。正直、年金も保険も仕組みが全然わかってないんです。よし。じゃあ今日は、年金と健康保険。日本で暮らすなら絶対に避けて通れないこの2つを丸ごと噛み砕いていこうか。その前に、前回の振り返りですね。前回は自転車のルールと防犯登録の話だったね。知らなかったでは済まない。覚えてます。ちゃんと覚えてる。ルールを知らなくても破れば責任を問われるって話だったね。実は今日のテーマもそれにちょっと似てません？鋭いね。年金も保険も知らないままだと損をする話が山ほどあるの。じゃあ本題に行こうか。まず大きな絵から行こう。日本には国民皆保険っていう仕組みがあるの。国民皆保険。みなはみんなっていう意味ね。日本に住む人は全員何かしらの医療保険に入るっていう決まり。全員ですか？外国人も3ヶ月を超えて日本に住むなら国籍は関係なく対象になる。へえ、そうなんだ。年金も同じ。こっちは国民還転金。20歳から60歳までの人はみんな年金制度に加入する。加入、入るってことですよね。それも義務なんですね。そう、これは義務なの。で、ここでカニに質問。給与明細ってちゃんと見たことある？一番下の振込額しか見てないです。正直でよろしい。実はね、給料からは健康保険料と厚生年金保険料が毎月自動で引かれてるの。私も払ってるんですか？払ってる。手元に届く前に給料から引かれることを天引きっていうのね。天引き。知らないうちに引かれてた。その天引きの中身が今日のテーマ。何のために払って何が返ってくるのか。一個ずつ見ていくよ。お願いします。じゃあ最初に地図を描こう。日本の社会保険は大きく分けて5つある。5つも。医療、年金、介護、雇用、労災。5本柱ですね。でも今日の主役は最初の2つ。病気や怪我に備える医療保険と、老後や万一に備える年金。一番生活に近いところだ。残りは名前だけ紹介ね。介護保険は40歳になると保険料の徴収が始まる。徴収？集めること。国や自治体がお金を集めるときに使うちょっと硬いことが。なるほど。雇用保険は仕事を失った時の備え。労災は仕事中や通勤中の怪我の備え。この2つは働いていれば自動でついてくる。結構手厚いんですね、日本。で、この5つ全部に共通する合言葉があるの。合言葉。保険料を出し合っていざという時に支え合う。支え合う。保険って自分のためだけの貯金じゃないのね。みんなで大きな財布を作っておいて、困った人がそこから助けてもらう仕組み。だから保険なんだ。そういうこと。この考え方、今日の最後にもう一回出てくるから覚えておいてね。伏線ですね。楽しみにしてます。じゃあ医療保険から。実は医療保険には大きく2種類あるの。会社で働く人が入る健康保険と、それ以外の人が入る国民健康保険。名前がそっくりでややこしいですね。そうなの。だからみんな後の方を略して国保って呼んでる。国保。会社員や条件を満たすパートの人は会社の健康保険。保険料は会社と本人が半分ずつ出す。会社も払ってくれてるんですか？そう。これを労使折半っていうの。働く側と使う側で半分こ。労使折半。ちょっと得した気分。
一方、フリーランス、自営業、学生さん、仕事を辞めた人。こういう人たちは国保に入る。留学生も？留学生も国保。3ヶ月を超えて住むなら加入は義務。市役所や区役所の窓口で手続きする。窓口って、役所の受付のことですよね。そうそう。銀行でも役所でも手続きをする受付を窓口っていうね。私は会社勤めだから、会社の健康保険ってことか。そういうこと。ちなみに、どっちに入っていても受けられる医療は同じ。病院で差別されることはないよ。それは安心です。違うのは保険料の計算方法と、後で話す扶養の扱い。ここは後のお楽しみ。また伏線だ。じゃあ、カニが病院で払ったお金の話をしよう。会計いくらだった？診察と薬で2000円くらいでした。実はそれ、かかった医療費の3割だけなんだよ。え？ 3 割？本当は6000円以上かかってるの。残りの7割は保険が払ってくれてる。全然知らなかった。これが3割負担。窓口で払う自己負担が3割ってこと。負担って、重さを引き受けるってイメージですか？いいね、その理解。費用や役割を引き受けることを負担っていう。自己負担は自分で持つ分ね。じゃあ2000円は自己負担。そういうこと。ちなみに3割は現役世代の話で、小さい子供や70歳以上の人はもっと軽くなる。年齢で変わるんだ。未就学の子供は2割。75歳以上は原則1割。手厚いなしかも自治体によっては子供の医療費がほぼ無料になるところも多いの。へえ。で、ここで大事な注意。保険証を持たずに病院へ行くと、その日は一旦全額10割払うことになる。うわ、6000円の方を。そう。後から手続きすれば7割は戻ってくるけど、二度手間だからね。受診の時は忘れずに。はい。あれ？でもそういえば、私カードみたいな保険証、もらった記憶がないんですよ。お、いいところに気づいた。実は今、保険証の形が大きく変わった時期なの。次はその話をしよう。昔はね、加入すると紙やカードの保険証が1人1枚配られてたの。ドラマで見たことあります。でも2024年の12月からその保険証の新規発行が終わったの。え？なくなっちゃったんですか？正確にはマイナンバーカードに保険証の機能を入れる方式が基本になった。いわゆるマイナ保険証。ああ、聞いたことある。病院の入り口にカードリーダーがありました。それぞれマイナンバーカードを作って保険証としての利用登録をすると、機械にかざすだけで受付できる。じゃあ、マイナンバーカードを持ってない人はどうするんですか？そこで出てくるのが資格確認書。資格確認書。マイナ保険証を持っていない人に保険の方から無料で送られてくる書類。これを見せれば今までの保険証と同じように使える。よかった。カードがなくても病院には行けるんですね。そこは安心して。ただ自分がどっちを使うのかは知っておいた方がいい。私、カードは作ったけど、保険証の登録はしてない気がします。登録は病院の受付の機械でもできるし、スマホやコンビニの端末でもできるよ。あ、意外と簡単。マイナ保険証には便利な点もあって、過去の薬の記録を医者と共有できたり、後で話す高額療養費の手続きが楽になったりする。ふむふむ。まとめると、今はマイナ保険証が基本。なければ資格確認書。この2本立てね。覚えました。会社に確認してみます。ところで先輩、さっきから気になってたんですけど、保険料ってみんな同じ金額なんですか？いい質問。答えは収入によって変わる。収入で。会社の健康保険は給料の額に率をかけて計算する。給料が高い人ほど保険料も高い。でも半分は会社持ち。そう、さっきの労使折半ね。本人の財布から出るのは半分だけ。国保の人はどうなるんですか？国保は前の年の所得をもとに住んでいる市区町村が計算する。所得？収入と違うんですか？収入から経費などを引いた手取りに近い数字だと思っておけばいい。税金の計算にも使う言葉ね。確定申告の回でも出てきましたね。よく覚えてるね。で、国保で注意したいのは会社の折半がないこと。全額自分で払う。うわ、それは大きい。
しかも市区町村ごとに計算方法が違うから、同じ所得でも住む町で金額が変わるの。へえ、そうなんだ。だからフリーランスになる人や退職する人は、次の年の保険料も頭に入れて計画した方がいい。前の年の所得で決まるから、収入が減った年が辛いのか。その通り。そこに気づけたら、今日の話はもう半分成功だよ。やった。さて、さっき予告した扶養の話をしよ扶養、ニュースで聞く気がします。う。扶養っていうのは、家族を経済的に養うこと。そこから扶養に入るっていう使い方をする。扶養に入る。例えば、会社員の配偶者や子供で収入が一定より少ない人は、その会社員の健康保険に一緒に入れるの。家族もカバーされるんだ。うん。しかも、ここが大事なんだけど、扶養に入った家族の保険料は追加でかからない。無料？そう。一人分の保険料で条件を満たす家族もまとめて守られる。これが会社の健康保険の強み。国防にはないんですか？国保には扶養っていう考え方がなくて、家族一人一人が加入者になって人数分の保険料がかかる。そこも大きな違いだ。ただし、扶養に入るには収入の条件がある。ここは毎年のように制度の見直しが議論されてるから、具体的な数字は勤め先か役所で確認してね。年収の壁ってやつですね。お、よく知ってるね。パートの働き方をどうするかでニュースによく出てくる言葉。友達が壁を越えないように調整してるって言ってました。そういう会話、日本の職場では本当によくあるから、意味がわかると強いよ。扶養、覚えました。養う側から見たら扶養している。入る側は扶養に入っている。完璧。言葉としても生活知識としても N1 級の第一語です。先輩、ちょっと怖い質問をしていいですか？どうぞ。もし大きな病気をして医療費が何百万円もかかったら、3割でも払えない気がするんです。それはすごく大事な質問。そこで登場するのが高額療養費制度。高額療養費。1ヶ月に自分で払う医療費には上限が決まってるの。それを超えた分は後から保険が返してくれる。条件。例えば、どのくらいなんですか？収入によって変わるんだけど、普通の会社員ならざっくり月9万円前後が目安。じゃあ、手術で300万円かかっても、自己負担はその月はおよそ10万円くらいで収まる計算になる。それ、めちゃくちゃ心強いですね。日本の医療保険の一番の安全網だと私は思う。民間の医療保険を考えるときも、まずこの制度を知ってからじゃないと損をする。手続きは難しいんですか？後から申請してお金を戻す方法と、先に限度額までしか払わないようにする方法がある。先にの方が楽そう。でしょ？さっきのマイナ保険証を使うと、その場で限度額が適用されるから、大金を立て替えなくて済むの。あ、さっきの伏線がここで回収された。一つ付け加えると、この上限額は制度の見直しで少しずつ変わる。実はこの8月にも上限の改定が予定されてるの。じゃあ、細かい金額はその時々で確認ですね。そう、上限があるという仕組みだけしっかり覚えて帰ってね。医療保険の話、もう一歩だけ深掘りしよう。保険からもらえるお金は病院の7割負担だけじゃないの。まだあるんですか？こういう保険から出るお金やサービスをまとめて給付って言うんだけどね。給付。例えば会社の健康保険には傷病手当金がある。病気や怪我で長く仕事を休んだ時に給料の約3分の2が出る。休んでる間もお金がもらえるんですか？最長で1年6ヶ月。生活が急に止まらないようにする給付ね。それは知らないと申請できないやつだ。その通り。給付の多くは自分で申請しないともらえない。黙ってても振り込まれないの。申請主義ってやつですね。お、いいことがしてるね。それから出産の時には出産育児一時金。子供1人につき50万円が出る。50万円。大きい。出産は病気じゃないから保険が効かなくて、その代わりにまとまったお金で支える形になってるの。なるほど。そういう理屈なんだ。ただし注意。
傷病手当金は会社の健康保険の給付で、国保には原則ないの。そこも差があるんだ。だからフリーランスの人は、働けなくなった時の備えを自分で厚めに考える必要がある。会社員のありがたみを感じてきました。じゃあここまでが医療保険。一息ついたらいよいよ年金の話に行くよ。年金って正直、老後にもらえるお金くらいのイメージしかないです。そのイメージから直していこう。まず、日本の年金は2階建てって言われるの。2階建て。家みたいですね。そう、建物に例えるの。1階が国民年金。20歳から60歳までの全員が入る共通の土台。基礎の部分だ。だから基礎年金とも呼ばれる。で、2階が厚生年金。会社員や公務員が基礎の上に乗せて入る部分。じゃあ、私は1階と2階の両方に入ってるんですか？そういうこと。会社員は自動的に両方。フリーランスや学生は1階だけ。2階建ての方がもらえる額も多い？多い。1階の老齢基礎年金は40年きっちり払って満額で、月におよそ7万円。2階があると、そこに給料に応じた額が上乗せされる。7万円か。それだけだとちょっと心細いですね。だから2階の有無は大きいし、足りない分は貯蓄や積み立てで補う人も多い。ここは正直に伝えておきたいところ。貯蓄。貯める方の言葉ですね。そう、貯金とほぼ同じ意味の少し硬い言葉。新聞やニュースではこっちをよく使う。もらうためには何か条件があるんですよね。ある。保険料を払った期間などが合計で10年以上あること。これが受給資格期間。受給？給付を受け取ること。年金を受給するみたいに使う。支給する側から見ると支給。受け取る側から見ると受給。支給と受給、セットで覚えます。10年って聞くと長いけど、後で話す合わせ技もあるから、外国人の皆さんも諦めないでね。年金の保険料っていくらなんですか？1階の国民年金は金額が全国どこでも一律でね。今年度は月に17,920円。18,000円弱か。学生さんには結構重いですね。そうなの。だから後で話す免除や猶予の仕組みがあるんだけど、それは次のお楽しみ。2階の厚生年金は？こっちは給料に比例する。給料のおよそ2割弱を会社と本人で半分ずつ。また出た。労使折半。そう。だから厚生年金に入ってる人は、実は自分が払ってる額と同じだけ会社も出してくれてるの。給与明細の数字の裏に、もう一つ同じ数字があるんだ。うまい言い方するね。で、国民年金の払い方は、口座振替、クレジットカード、コンビニ払いなどいろいろ選べる。まとめて払うと安くなるって聞いたことあります。そう、全納って言って、半年分や2年分を先に払うと割引がある。細かい額は年金機構のサイトで確認してね。ちゃっかりしてるな、私たち。使える割引は使えばいいの。それから、払った年金保険料や健康保険料は全額が税金の控除の対象になる。あ、控除。確定申告の回で覚えた言葉だ。そう、社会保険料控除。払った分だけ税金が軽くなるから、二重の意味で無駄にならないの。知識がつながってきて、ちょっと楽しくなってきました。いいね、その調子。じゃあ次は、年金のもらう側の話をもう少し広げよう。カニ、年金は老後のためのお金って言ったよね。実はそれ3分の1しか合ってないの。3分の 1？ 年金には3つの顔がある。老齢年金、障害年金、遺族年金。老齢、障害、遺族。老齢年金がいわゆる老後にもらうやつ。障害年金は病気や怪我で生活や仕事に大きな支障が出た時にもらえる。若くても？若くても、20代でも、30代でも、条件を満たせば受給できる。それは知らなかった。遺族年金は家族を養っていた人が亡くなった時に残された家族に出るお金。つまり、年金って老後の貯金っていうより保険なんですね。そう、今日一番言いたかったことを今カニが言ってくれた。
えへへ。年金保険って名前の通り、まさかの事態に備えるみんなの保険。だから若い人にも他人事じゃないの。老後は遠いけど、怪我や病気は明日かもしれない。うん。で、ここからが今日一番怖い話。障害年金には保険料の納付状況の条件があるの。納付。納めることですね。そう、ざっくり言うと、保険料をちゃんと納めてきたか、きちんと手続きしてきた人じゃないと、いざという時に障害年金が出ない。じゃあ、払わずに放っておくと、万一の時に本来もらえたはずのお金が1円ももらえないということが起こり得る。この話、次でちゃんとしよう。でも先輩、月に18,000円ですよ。収入が少ないときは、本当に払えないと思うんです。うん、それは制度側も分かってる。だから、免除と猶予っていう正式な逃げ道が用意されてるの。免除と猶予。免除は、払う義務そのものを減らしたり、なしにしたりすること。所得が少ない人は、申請すれば保険料の全部や一部が免除される。払わなくてよくなるんだ。うん。しかも、免除された期間は、受給資格の10年にちゃんと数えてもらえるし、将来の年金額にも一部反映される。払ってないのに少しもらえるんですか？国が半分お金を出してる制度だからね、そこは本当によくできてる。猶予の方は？猶予は待ってもらうこと。若い人向けの納付猶予とか、学生向けの学生納付特例っていう仕組みがあって、支払いを先送りにできる。学生は特例があるんだ。うん、留学生も対象になり得るよ。手続きは役所の年金の窓口か年金事務所で。じゃあ一番ダメなのは、何も手続きせずに放っておくこと。これを未納っていうの。未納の期間は受給資格の10年にも数えられないし、さっきの障害年金の条件からも外れていく。いいことが一つもない。同じ払ってないでも、免除と未納は天と地の差なんですね。それ、今日のゲストに出ます。払えないときは逃げるんじゃなくて窓口で相談。紙1枚の申請で未来が全然違ってくる。知らなかったでは済まない。まさに前回の言葉だ。うん。ちなみに、放っておくと督促状、つまり早く払ってくださいっていう手紙も届く。滞納って言われる状態ね。滞納。トロコール。に、納める。そう、支払いが滞ること。こうなる前に必ず相談。約束ね。ここで書類によく出てくる呪文を解読しておこう。第1号被保険者って聞いたことある？第1号、被保険者。呪文だ。年金の世界では加入者を3つのグループに分けて呼ぶの。まず、被保険者は保険に入っている本人のこと。コムがつくと、される側でしたね。そう、保険をかけられてる人。で、第1号は自営業、フリーランス、学生、無職の人。自分で国民年金を納める人たち。さっきの月17,920円を自分で払う人たちだ。第2号は会社員や公務員。厚生年金に入っていて保険料は給料から天引き。出した。第2号、私です。そう。で、第3号が第2号に扶養されている配偶者。専業主婦や主婦の人ね。第3号の人は保険料はどうなるんですか？自分では払わない。制度全体で支える形になっていて、それでも国民年金にはちゃんと加入していることになる。健康保険の扶養と似た発想ですね。そう、いい整理。で、なんでこの呪文を覚えるかというと、引っ越しや退職の書類に第何号ですかって普通に出てくるから。確かに、知らないと書類の前で固まりますね。会社を辞めて独立したら第2号から第1号へ変わる。結婚して扶養に入ったら第3号へ。人生の節目で番号が動くの。番号が変わるときが、さっきの14日以内の手続きの時ってことですね。先取りしたね、その通り。自分が今何号か言えるようにしておくと手続きが一気に楽になるよ。先輩、ここで視聴者の皆さんを代表して聞きにくいことを聞きます。どうぞ。いつか母国に帰るつもりなのに、日本の年金を払う意味、あるんですか？はい、これは本当によく聞かれる質問。結論から言うと、意味はある。
仕組みが2つあるから。2つ。1つ目が脱退一時金。日本を出国した後に申請すると、払った保険料の一部がまとまって戻ってくる制度。戻ってくるんですか？うん。6ヶ月以上加入していた外国人が対象で、帰国してから2年以内に請求する。2年以内。期限があるんですね。そう、ここ大事。期限を過ぎると請求できなくなる。それから、計算に入る月数には上限があって、今年の4月からは最大で8年分になった。8年分。前より増えたんですか？前は5年分が上限だった。日本で長く働く外国人が増えたのに合わせて制度が広がったの。ちゃんと時代に合わせて変わってるんだ。2つ目が社会保障協定。日本と相手の国で年金制度を調整する国際的な約束で、今は24カ国と結ばれている。協定があると何が変わるんですか？大きく2つ。保険料の二重払いを防げることと、日本で払った期間と母国で払った期間を合算できること。さっきの合わせ技だ。そう。例えば日本で6年、協定のある母国で4年払ったら合わせて10年、日本の受給資格に届く可能性が出てくるの。払った分が消えないんですね。ただし、脱退一時金を受け取ると、その期間は合算の計算から消える。だから帰国するときは一時金でもらうか、将来の年金のために残すか、自分の国が協定国かどうかも見て選ぶのが賢い。なるほど。選択肢なんだ。どっちが得かは人によるってことですね。その通り、払い損になるとは限らない。これが今日の答えです。じゃあ最後の大きなブロック。人生の節目ごとの手続きの話をしよう。節目というと、就職とか退職とか。そう。まず就職、会社に入るときは実は自分でやることがほとんどない。会社が健康保険も厚生年金もまとめて手続きしてくれる。ありがたい。問題は逆方向。会社を辞めたとき。ここで手続きの主役が会社から自分に切り替わるの。何をすればいいんですか？次の会社がすぐ決まってるならまた会社任せでいい。でも間が空くなら国語と国民年金への切り替えを自分で役所に届け出る。期限はあるんですか？原則14日以内。14日。1週間ですね。短い。そう。引っ越しで住む市区町村が変わった時の国保の住所変更も同じく14日以内が基本。節目の手続きは2週間以内って覚えておくといい。転職で1ヶ月空くみたいな時もやるんですか？やる。その1ヶ月も保険がない状態にはできないからね。病気は転職の谷間を待ってくれないから。確かに。あと、届け出を忘れたまま病院に行くと全額自己負担になったり、保険料が後から遡って請求されたりする。2週間。絶対忘れないようにしないと。持ち物は在留カード、マイナンバーがわかるもの、それに会社を辞めた証明の書類、この3点セットを持って役所の窓口へ。在留カードの回で覚えた14日以内。ここでも生きてますね。そうそう、日本の役所手続きの合言葉みたいなものだからね。さてここで冒頭の伏線を回収しよう。カニに届いた年金の封筒。そうだ。あれ何なんですか？開けるのがちょっと怖いんですよね。怖がらなくて大丈夫。それは多分年金定期便。請求書じゃなくて成績表みたいなもの。成績表。毎年勘定月に届くお知らせでね。今まで何ヶ月払ったか、将来いくらもらえる見込みかが書いてある。もらえる額まで書いてあるんですか？書いてある。若いうちは金額が小さくてびっくりするけど、あれは今まで払った分だけの計算だから心配しすぎなくていい。開けてみます。何を確認すればいいですか？一番大事なのは記録の抜け。払ったはずの期間が未納になってないか。記録が間違ってることなんてあるんですか？昔記録の問題が大きなニュースになったことがあってね。転職が多い人や名前の表記が変わった人は確認する価値があるよ。外国人は名前の表記揺れがちですもんね。ローマ字とカタカナとか。そうそう、いい着眼点。それから紙を待たなくても年金ネットっていうサイトでいつでも自分の記録が見られる。スマホで見られるんですか？見られる。マイナンバーカードがあればマイナポータル経由でログインできて、
将来の年金額の試算までできる。実算？試しに計算すること。65歳まで働いたらいくらみたいなシミュレーションね。ゲームの育成画面みたいで、ちょっと面白そう。その感覚でいいの。自分の記録を自分で見る習慣。これが年金との一番健全な付き合い方だよ。先輩、そういえば友達が、歯のホワイトニングは保険が効かないって嘆いてました。効かないって何ですか？これも生活で超使う表現だよ。保険が使えることを保険が効く。使えないことを効かないっていうの。薬が効くと同じ効くですか？そう、効果があるっていう意味の効く。で、保険が効くのは病気や怪我の治療。効かないのは？治療じゃないもの。例えば美容目的の施術、ホワイトニング、健康な人の健康診断、予防接種。健康診断も効かないんですか？あれは病気の治療じゃなくて予防だからね。その代わり会社員は会社が費用を持つ検診を年1回受けられるし、自治体も安い検診を用意してる。なるほど。別の仕組みでカバーされてるんだ。保険が効かない診療は自由診療って言って、値段も病院が自由に決める。全額自己負担、つまり実費。実費。実際の費用ですね。そう、実費になりますって言われたら、保険外で全額自分持ちっていう合図。その一言が聞き取れるかどうかで、お財布の覚悟が変わりますね。本当にそう。あと歯医者さんは、同じ治療でも保険の範囲の材料と保険外の材料を選べることが多い。銀色の詰め物と白いセラミックの話だ。歯医者の会でやりました。そうそう、保険でお願いします。自費でお願いします。この言い方を知ってると、窓口で迷わない。自費は自分の費用で実費と似た意味ですか？医療の場面ではほぼ同じ意味で使われる。自費診療と自由診療も同じものを指すよ。効く、効かない、実費、自費。今日は使える言葉が多いな。せっかくだから医療費を賢く抑える小技も紹介しておこう。聞きたいです。1つ目、薬はジェネリックを選ぶ。新薬と同じ成分で作られた後発の薬で値段がぐっと安い。薬局でジェネリックにしますかって聞かれるやつだ。そう、お願いしますの一言で自己負担が下がる。簡単。2つ目、最初から大きな病院に行かない。まず近所のクリニック、いわゆるかかりつけ医に行く。かかりつけ。行きつけのお店みたいな言い方ですね。まさにそれ。いつも見てもらう先生っていう意味。大きな病院に紹介状なしで行くと特別な料金が数千円プラスされるの。そうなんですか？まず小さいところで見てもらって、必要なら紹介状を書いてもらう。これが日本の医療の正しい順路。順路があるんだ。テーマパークみたい。3つ目、夜間や休日の受診は割増料金がかかる。緊急じゃないなら診療時間内に行く方が安い。タクシーの深夜料金みたいなものか。そういうこと。もちろん本当に急を要するときは迷わず救急へ。ここはお金より命ね。はい。救急車の会でやった一刻を争う時ですね。よく覚えてました。最後にもう一つ。1年間の医療費が多かった年は確定申告の医療費控除で税金が戻ることがある。出た。確定申告の回との合わせ技。領収書やレシートは捨てずに取っておくこと。知識は全部つながってるからね。正社員じゃない働き方の人はどうなるんですか？アルバイトとか、パートとか。大事な質問。昔は社会保険は正社員のものってイメージだったけど、今は違う。働く時間や月の給料など、いくつかの条件を満たすと、パートやアルバイトでも会社の健康保険と厚生年金に入るの。入れるじゃなくて、入る？いいところに気づいた。条件を満たしたら義務として入る。選べるものじゃないの。手取りが減るから嫌だって人もいそうですね。実際いる。でも今日の話を聞いたかにならもうわかるよね。厚生年金に入ると将来の2階部分が積み上がる。しかも保険料は労使一般。会社も半分出してくれる。そういうこと。
目先の手取りだけで判断すると、長い目では損なことも多いの。この加入の条件ってずっと同じなんですか？実はどんどん広がってる方向。対象になる会社の規模の条件が、法律の改正で段階的になくなっていってるの。じゃあ、これからはもっと多くの人が厚生年金に入るんだ。そう。だから求人を見るときは時給だけじゃなくて、社会保険完備の文字もチェックするといい。社会保険完備。求人サイトで見たことあります。略して社保完備。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災が全部揃ってますよという意味ね。4点セットの合図か。覚えておこう。あと掛け持ちバイトの人はどの職場で条件を満たすかが少しややこしいから、迷ったら職場の担当者か年金事務所に相談ね。先輩、最初に名前だけって言ってた雇用保険と労災、少しだけ教えてください。気になってました。お、いい向上心。じゃあ駆け足で。まず雇用保険。仕事を失った時に次が見つかるまでの生活費を支える保険。いわゆる失業手当ですか？そう、正式には基本手当って言うんだけどね。ハローワークで手続きして、求職活動をしながら受け取る。ハローワークって、仕事を探す役所ですね。うん、国の職業紹介所。それだけじゃなくて、育児休業の間の給付金も、実は雇用保険から出てるの。育休のお金も。守備範囲が広い。で、労災。正式には労働者災害保障保険。仕事中や通勤中の怪我や病気を丸ごとカバーする。通勤中も入るんですか？入る。自転車で会社に向かう途中の転倒もね。しかも労災で治療するときは自己負担がゼロ。え？ 3 割じゃなくてゼロ。そう。そして保険料は全額会社持ち。働く人は1円も払ってない。それは知らないと、仕事の怪我を普通の保険証で治療しちゃいそうですね。実際その間違いは多くて、後で切り替える羽目になる。仕事の怪我は、まず職場に報告。労災でお願いしますって病院で伝えるの。労災でお願いします。フレーズ集に追加します。アルバイトでも外国人でも、働く人なら誰でも労災の対象。これは絶対覚えておいてほしい。5本柱の最後、介護保険もさらっと触れておこう。40歳になった月から保険料の徴収が始まる。40歳になると、給与明細の行が一つ増えるんだ。そう、介護保険料っていう行がね。で、集めたお金で、介護が必要になった高齢者のサービスを支える。ヘルパーさんとか、デイサービスとか。そういうの。介護サービスも医療と似ていて、利用者は費用の一部だけ負担すればいい仕組みになってる。ここでも支え合いだ。それからもう一つ、豆知識。75歳になると医療保険はまた別の制度に移るの。後期高齢者医療制度って言ってね。後期高齢者。名前は固いですね。うん。でも中身はシンプル。75歳以上の人をみんなで支える専用の保険で、窓口負担は原則1割。日本で長く暮らすなら、いつかお世話になる制度ですね。親を日本に呼び寄せて一緒に暮らす人にも関係してくるしね。人生の段階ごとに保険も切り替わっていくの。20歳で年金、40歳で介護、65歳で受給、75歳で後期高齢者。人生の目反りみたい。うまい。そのメモリを知ってるだけで次に何が来るか慌てずに準備できるでしょ。そういえば、年金って何歳からもらえるんですか？老齢年金は原則65歳から。65歳。ただ実は開始の時期を自分で動かせるの。早くもらい始めることを繰り上げ、遅くすることを繰り下げっていう。繰り上げと繰り下げ。繰り上げると1回あたりの金額はその分ずっと減る。繰り下げるとその分ずっと増える。早くもらうと安く、待つと高くなる。そういうこと。どっちが得かは健康状態や働き方、貯蓄によって人それぞれ。正解は一つじゃないの。この繰り上げ繰り下げって日常でも使いますよね。使う。会議を30分繰り上げますなら予定より早くすること。出発を明日に繰り下げるなら遅らせること。完璧。
時間やお金の予定を前後に動かすときの大人の必須語彙ね。ちなみに先輩は繰り下げ派ですか？私は長生きする予定だから、のんびり繰り下げ派かな。猫は長寿ですから。確かに。まあ私たちが65歳になる頃には、制度もまた変わってるはず。だからこそ、仕組みの骨組みを理解しておくのが一番の備えなの。枝葉は変わっても幹は変わらない。お、今日も蚊に旗とえが冴えてるね。じゃあここで実際に使う場面のフレーズ練習をしよう。まず入社したての場面。はい。会社の総務の人に聞きたいことがあるとき。保険証の発行っていつ頃になりますか？保険証の発行っていつ頃になりますか？自然。総務っていうのは会社の中の事務手続きをまとめて担当する部署ね。困ったら総務。覚えました。次、病院の受付。マイナ保険証の登録がまだのとき。すみません、資格確認書でお願いします。資格確認書でお願いします。言えそう。薬局で、ジェネリックでお願いします。ジェネリックでお願いします。これはもう完璧です。役所の窓口ではこう言えばいい。退職したので国民健康保険と国民年金の手続きをしたいんですが。退職したので国民健康保険と国民年金の手続きをしたいんですが。長いけど言えた。このしたいんですがで止める形、便利でしょ？あとは向こうがプロだから案内してくれる。全部説明しようとしなくていいんですね。そう、要件としたいんですがだけで十分。それから保険料が苦しいとき。支払いが難しいので免除の相談をしたいんですが。免除の相談をしたいんですが。これ、言うのに勇気がいりそうですね。でもね、窓口の人は毎日この相談を受けてるの。恥ずかしいことでも何でもない。制度を正しく使ってるだけ。そう言ってもらえると心が軽くなります。堂々と相談する。それが一番かっこいい大人の振る舞いだよ。ここからはテンポよくいこう。よくある勘違い、丸か×かクイズ。来た、クイズコーナー。第1問。病院に行かない健康な人は保険に入らなくていい。×。加入は義務でした。正解。保険は病気になってからでは入れないが世界共通の原則だからね。元気なうちに払うから意味があるのか。第2問。年金は老後のためだけの制度である。×。障害年金と遺族年金もある。3つの顔。素晴らしい。第3問。保険料が払えないときはそのまま放っておくのが一番いい。×、大×。未納は一番ダメ。免除や猶予を申請する。力強い。第4問。外国人が帰国するとき、日本で払った年金は全額戻ってくる。これは、×。戻るのは一部で上限もある。正解。脱退一時金は一部がまとまって戻る制度。全額ではないの。それに、もらうと通算の権利が消える。選ぶ前に自分の国が協定国か確認でしたね。第5問。会社を辞めても手続きは会社が全部やってくれる。×。辞めた後は自分で。原則14日以内に役所へ。完璧。最終問題。保険証を忘れて病院に行ったらもう7割は返ってこない。×。一旦全額払うけど、後から手続きすれば戻る。全問正解。今日のカニは本当に強い。へへ。まあ、教わったばかりですけどね。でも先輩、今日の話、1回で全部覚えられる自信がないです。困った時、どこに聞けばいいんでしょう。最後にそれをまとめよう。覚えることは3つだけ。1つ、健康保険のことで困ったら、会社員なら会社の総務か、保険証に書いてある保険者。国保の人は市区町村の窓口。医療系は総務か役所。2つ、年金のことで困ったら、近くの年金事務所か電話の年金ダイヤル。年金は年金事務所。そのままで覚えやすい。年金事務所は予約していくと待ち時間が少ないよ。それに日本年金機構のサイトには外国語のページも用意されてる。
母国語で読めるのは助かりますね。3つ目、住んでる自治体の外国人相談窓口。多言語で生活全般の相談に乗ってくれるところが増えてる。保険も年金もまとめて聞ける場所があるんだ。大事なのは一人で抱え込まないこと。制度は複雑だけど、案内してくれる人は必ずいる。引くは一時の恥。聞かぬは一生の恥。電話の回のことわざだ。今日は過去回の総復習みたいになってるね。それだけ生活の知識は全部つながってるってこと。じゃあ今日のまとめに入ろうか。最初に約束した伏線覚えてる？保険料を出し合って、いざという時に支え合う。そう。実はこの関係を表すぴったりの日本語があるの。ちょっと整理してみよう。持ちつ持たれつ。持ちつ、持たれつ。支えたり、支えられたり。お互い様の関係という意味です。もう一回言ってもらえますか？はい、持ちつ持たれつ。持つと持たれる。支える側と支えられる側が入れ替わりながら続いていく感じ。元気な時の私は誰かを支えていて、病気の時の私は誰かに支えられている。そういうこと。例文を2ついこう。あの2人は持ちつ持たれつの関係でいい仕事をしている。ご近所とは持ちつ持たれつだから、困った時はお互い様です。いいね。社会保険っていうのはこの持ちつ持たれつを国の規模でやっている仕組みなんだよ。保険料の話が最後はちょっといい話になりました。言葉も制度も根っこは同じ。人は一人では生きていけないということですね。じゃあ今日の練習、持ちつ持たれつを使ってあなたの身の回りの支え合いを一つ文にしてみてください。私も考えます。制限時間は3秒。いくよ。3、2、1。できた。答えはコメント欄で待ってます。というわけで今日は年金と健康保険の話でした。長い旅でしたけど、骨組みは意外とシンプルでした。みんなで出し合って支え合う。困った時は会社の総務、役所の窓口、年金事務所。一人で抱え込まないこと。コメントで皆さんの国の年金や保険のことも教えてください。比べてみると面白そうです。持ちつ持たれつ。今週どこかで使ってみてね。それではまた先輩ジャパニーズカフェでお会いしましょう。じゃあね。